今車内の温度は 36.5 度。暑すぎてもう無理。こんにちは、まるみです。今日は夏の車中泊であってよかったアイテムと微妙だったアイテムを紹介していきたいと思います。まず一つ目がこれ、目隠しなんですけど、こういうちょっと厚手のタイプで、日差しはもちろんなんですけど若干の断熱効果があるので、これがねあるとないでは車内での暑さが結構変わると思いました。目隠しを薄手のカーテンでされてる方もいると思うんですけど、外からね透けるリスクもあったり日差しを遮られないと思うんですが、これだとね外から透けることもないし日差しも中に入ってこないので、これはねすごいね買ってよかったと思います。ただちょっとねお値段は高めでした。夏の暑さがねほんの少しだけど軽減できるということは冬の寒さもね軽減できるので、これはね個人的にすごい買ってよかったおすすめ商品です。続いてがこちらの車の窓に貼るメッシュですね。これはリアゲートに貼る大きいタイプなんですけど、他にもスライドドアに貼れるタイプもあります。使い方はこんな感じです。続いてこちら、これは100均でキャンプ用品のとこに売ってて、これは本来ランタンフックなんですね。こういうランタンの棒に対してこうやって引っ掛けて、ここにランタンを引っ掛けるものなんですけど、これをリアゲートをちょっとだけ開けときたいときに、リアゲートの部分と車本体の部分に挟み込んで半ドアにせずに施錠もできるようになってます。隙間を開けて風を通せるようにします。こんな感じで止まってます。なので開けるときはリアゲートを開けるのと同じように、開いた。じゃあこれを外しておしまいです。続いてこちら接触冷感の洋服です。これはねパジャマのズボンなんですけど、やっぱり着てる服が綿とかだと結構汗かくとそのままじとってしてるのが、できるだけこういうサラサラな T シャツとかだと汗がねすぐ乾いて快適に過ごせるんですが、さらにこういうね触った時にヒヤッとする接触冷感の素材だと夏の車中泊の時に快適に過ごせます。夏の車中泊の時は寝袋じゃなくってニトリで売ってる接触冷感のお布団を掛け布団持ち込んで寝るようにしてるんですけど、それもね結構触った時にヒヤッとして快適なんですが、やっぱりずっと暑い車内の中に入れておくと多少熱を持ってヒヤッと感が減るなと思います。続いてポータブル扇風機です。これは充電式の扇風機で、こういう感じで普通に風が来るんですけど、テーブルの上にこうやって置いて使うこともできるし、ここがね挟み込むことができるので、寝る時にここの部分挟んで角度を調整して首振り機能もあるので、こうやって首を振りながら一部じゃなくて全身を涼みながら寝ることができます。一部にね当たって寝るのは結構危ないので、こうやって首振り機能を使うと寝る時も扇風機つけっぱなしで眠れます。続いてシャツミストです。これは洋服の上にシュッシュッシュッってやると肌に触れた時にひんやりするんですけど、さらにこういう扇風機でこうやって風を当てるとめちゃくちゃ冷たいです。その当たってる部分が。ただ体温全体下げるっていうよりは、気持ち的にヒヤッとして過ごしやすいっていう感じです。続いておすすめなのがこちらのクーラーボックスとネッククーラーです。これはねこの2つのセットでおすすめで、このネッククーラー冷凍庫で冷やしてこうやって首にかけて首の裏を冷やして涼むものなんですけど、だいたい10分15分で
結構ねぬるくなってきちゃうんですよ。それで普段の家だったら冷凍庫に入れればいいんですけど、やっぱり車中泊の間って、冷凍庫持ってる人もいるけど持ってない人とか買うとだいたい1万円以上してそれなりのお値段するんですが、これワークマンのクーラーボックスかなり私的にはお気に入りで、この中が魔法瓶みたいになってるので、こういう保冷剤を入れておくとこのネッククーラーがぬるくなってもまたこの中に入れて蓋をしてだいたい2、30分かな。2、30分待っとけばまた冷たさがねすぐ復活するので、私的には結構夏のキャンプや車中泊にねこのセットはよく持ってきます。あとは車中泊で移動中に中に入れてる保冷剤がぬるくなってしまったとしても、コンビニで大きい氷を買って入れれば同じような役割を果たしてくれるので、結構これは個人的におすすめのセットです。ほんと入れて蓋して待つだけ。続いて温度計。今何度かっていうのを知っといた方が絶対にいいと私は思ってて、例えば全然自分がまだ元気だなって時でも車内の温度が35度とかになってたら、やっぱりずっと車内にいると危険なので外出てお店で涼むとか、場所を移動して涼しい場所行くとか、そういった対策ができるようにね温度計は一つあった方がいいと思います。私のはねこうやって光って暗い中でも見えるようになってて、温度と湿度が見えるようになってるのと、24時間のうちに一番高かった温度、低かった温度、一番高かった湿度、低かった湿度が見えるようになってるタイプのものです。続いて食べ物編です。じゃん、 IH コンロです。これは私はいつも使ってるんですけど、やっぱり車中泊車内でガスコンロ使う方結構いらっしゃると思うんですよ。だけどガスコンロって要は車の中で火を、使ってるのは危ないっていうのもあるんですけど、単純にそのガスの火の熱で熱くなるんですね。IH ももちろんお湯沸かしたりとか炒め物したりとか料理するとある程度は熱いんですけど、直接火が出てる熱さはないので、その分ねいくらかマシだと思います。なので私は安全性も含めて IH コンロをおすすめします。続いて食べ物編。こちらスタンレーのタンブラーです。これ最近すごいお気に入りでよく使ってるんですけど、何がいいかって、まずストローがついてるから簡単に飲めるっていうのと、このね中の部分の保冷効果がすごいので、例えば運転中だったり車中泊中にペットボトルの飲み物、コンビニとか自販機で買ったやつを入れるとそのままずっと冷たいのを保っててくれるので、私はねこれをね最近車中泊以外もドライブの時毎回持ってってます。サイズ的にこの下の部分がペットボトルと変わらないので、こういったところに大体入ります。なので氷買ってクーラーボックスに入れて、飲み物飲む時にここに氷と飲み物を入れればずっと冷たく保てます。食べ物編続いて、じゃん、こちら塩分チャージですね。食べ物といえば食べ物なんだけど、熱中症の時っていきなり手足しびれたり体が重くなったり動けなくなったりっていうよりは、徐々にちょっとなんかふらつくなとか体おかしいなってなってきた時に、もう急いで水分と塩分、あとは涼しい場所に行くっていうのが大事で、汗をねすごいかいちゃうとやっぱり塩分がどんどん体から抜けていくので、このね塩分チャージはね夏の時期は、車中泊に限らずどこに行くにも持ってった方がいいと思います。続いて正直買って微妙だったかなっていうものを2つ紹介します。まず1つ目がこちら、ポータブル扇風機。さっきね紹介したポータブル扇風機と大きな違いは、これはね置き型なんですよ。置き型でちゃんと風もあるし回転もするタイプなので全然いいはいいんですけど、なんすごい気に入って使ってたんですけど、この扇風機に出会ってこの挟む機能があることで、テーブルの上にこうやって普通に置いとくこともできるし、やっぱりこうやって寝る時に上から風をよこすとか、ただの置き型よりもこういう挟み込むタイプのものの方が使い勝手としてはすごい良かったので、これしか知らなかった時はすごい良かったんだけど、もう一個買い足そうと思ってこっちの挟み込みタイプを買ったら、もう断然こっちの方が使いやすいので、正直微妙になっちゃったなっていう感じです。悪くないけどもっといいものがあるっていう感じですね。続いて微妙だったものなんですが、これウォーターマットで、このマットの部分とこの本体をホースでつないで、ここに水を入れて
この本体から水がこのチューブを通してマットの方を循環して、またこっちの本体に戻ってきて、要は水をぐるぐるマットの中で回してその上に寝るっていう商品で、めちゃくちゃ冷たくて気持ちいいんですよ。なので最初使った時、これ神商品じゃんって正直思ったんですね。だから買ってよかったに入れようか悩んだんですけど、後処理がめちゃくちゃめんどくさくて、要はこの中に入ってる水2リットル入れるんですけど、それを抜かなきゃいけない。でさらに入れっぱなしで運転して、これが倒れたら多分水浸しになるから、その水を捨ててから、車を移動させなきゃいけないっていうことで、まず車内にギャレーがない私は携帯トイレの中に水を捨てて、それを固めて持ち帰ろうとしたんですけど、要はこのホースを抜いて、ちょっとちょびちょぼって落ちる分には構わないんですが、中に入ってる水を捨てる、このマットの中に循環した水も全部捨てないと車を出発できなくて、この前初めて使った時すごい大変な思いをして、なのでね、気持ちよさは100点満点なんだけど、めんどくささも100点満点。なので、おすすめするとしたら、炊事場がある RV パーク、キャンプ場、もしくは車内にギャレーがあって、で、これをね、ちゃんと中の水を抜いた後に干して、水をちゃんとゼロにしないと、中でね、カビるんですよ。この中もそうだし、こっちの中もそうカビるので、だからそういうお手入れが負担にならない人、結構めんどくさかったので、涼しくて気持ちいいも100点だけど、お手入れや後処理のめんどくささも100点だなっていう商品ですね。これ自体が、扇風機みたいになってて、水を冷やしながらその冷たい風をくれる冷風機になってるので、これ単体で使うのもね、ありかなと思います。それだったらこの中を水捨てるだけなので、まだ使いやすいかなと思います。ただね、これを使うと車内の湿度はぐんと上がるので、朝起きた時結構不快感がします。換気扇をしてしっかり除湿をしとかないときついかなっていう感じです。なのでこれは好みが分かれる商品です。最後に今年の夏使いたいなと思う商品を紹介します。こちらのエコフローのポータブルクーラーのウェーブ3です。今商品の紹介中ずっと使ってたんですけど、音はね、やっぱり結構しますね。ちなみにさっき紹介した扇風機はここに引っ掛けてサーキュレーターのようにしてクーラーの冷たい風を後ろに送ってくれるので、これはね、また便利だなと思いました。ではちょっとポータブルクーラーをね、どんな感じで設置して、どんな感じで今使ってるかをお見せします。どうぞ。ウェーブ2に比べてどう変わったかというと、まず冷房機能が前は 1.5kW だったのが今は 1.8kW に上がったので、15分で約8度涼しくなるそうです。これ単体だとね、動かないんですけど、今ここに別売りのウェーブ3専用のバッテリーをくっつけてるので、なのでポータブル電源を使うことなく、この2つのセットだけで動かすことができます。じゃあ暑いのでね、早速使っていきます。ポータブルクーラーを置く場所がないので、運転席と助手席のとこに木の板を渡してこの上に置きます。ただシートの上に置くよりも板を置いた方が安定します。助手席がね、前に倒せるタイプだったらその上でよかったんだけど、この車はね、前に倒れないので、この助手席のシートの上に置くことにします。これが別売りの窓から排気と吸気が通せるようになっているもので、周りに磁石がついていて車に貼り付けられるようになってます。リバーシブルになっているので、運転席側助手席側どっちに貼るか自分で選べます。こんな感じで吸気と排気を逆の方に向けて、排気の風が吸気に入らないようにします。こんな感じでセットできました。このね、風向きがこっち側に、運転席側に来たら後ろに行かなくてもったいないので、こいつを一旦取り付けて、初代ウェーブの時に使ってたやつ、
これを取り付けて、この後ろの席に風が行くようにしようと思います。一旦こんな感じで、2列目以降には間仕切りカーテンの隙間からこいつを出して風が行くようにしてあります。じゃあまずバッテリーの電源を入れて、現在車内温度は38度。後ろの空間からはこんな感じで、今ここから冷たい風が出てきてます。さっき下のバッテリーと本体をつなぐね、充電のコードみたいなやつを挿してなかったので、今挿したら自動で電源がオンになりました。ちょっとこれを最大モードに変えます。一気に音が上がった。あ、涼しい。じゃあ15分のタイマースタート。果たしてこの38度が何度になるでしょう。ちなみに外の温度は 34.2 度です。外は暑いけど比較的まだマシな方ですね。外からの音はこんな感じ。こっちは熱風出てますね。こっちはなんか吸い込まれてる感じがします。ちなみにこのダクトの部分は断熱加工されてますね。熱が伝わりづらくなってます。これありがたいですね。ダクト自体が熱されて熱くなっちゃうと車内もね一緒に熱くなるんですけど、これがちゃんとこうやって排熱処理されてれば車内が熱くなる心配が少ないです。はい、15分経ちました。外から中に入ってきた印象としては、あれ涼しいって思ったより、このね風が当たるとこにいるとめちゃくちゃ涼しいです。それで気温は35度。3度しか減ってないですね。これがね、ちょっとびっくり。体感はもうちょっと涼しいけど、温度で言うと3度しか変わってないです。ちなみに今はこの最大というモードで一気に冷やしてるので、だいたい520ワット前後使われてます。バッテリーは 100% からスタートして、今17分ぐらい経って 81% まで減りました。32度台まで来ましたね。扇風機のおかげで十分風来るから、あれを取り付けなくてもこれで良かったみたいです。32度で意外とね過ごせる気温になってきたので、最大モードをオフにします。24度にしておきます。今だいたい使い始めて1時間20分ぐらいなんですけど、目標温度24度にしてると最大にはしてないけど結構な電力522ワット使ってますね。バッテリーはねあと 32% です。今29度まで落ちてきました。外の温度は33度です。これリビングってなってるけど、車に今貼り付けてあります。なので実際に使うと気温自体はちゃんと下がるのでいいなと思うんですけど、ただねバッテリーが今1時間半まで使ってないぐらいで残り 30% まで減ってしまったので、ずっと使うって考えるとバッテリーだけだと現実的ではないなと思います。なのでポータブル電源を組み合わせるか、あとは RV パークとかでコンセントがあるところでもう直接コンセントに挿して使うかの2択かなと思います。下につけてる別売りの専用バッテリーパックは 1024Wh あって、使い方によっては最長8時間使えるんですけど、やっぱり暑すぎる真夏に一気に温度下げようと思って使うと、2時間3時間が限度かなと思います。ただいい点としては、このバッテリーはソーラーと AC 電源の組み合わせだと最短で75分でフル充電できるので、個人的には昼間の暑い中でガンガン使うよりも、昼間はちょっとお出かけとかして車内ではあんまり過ごさずに、夜寝る時の温度が下がった時に一気に使って涼しい中で寝るのが一番使いやすいかなと思います。なのでね、夜もどれぐらい車内の気温が落ちるかね、実験します。今ね、ちょうどね、切れちゃいましたね。本当は0% になる前に切って水の排出とかしたかったのに。やっちゃった。時間的にはちょうど2時間ないぐらいですね。やっぱり500ワットでずっと使って1024ワットアワーだったらちょうど2時間っていう感じです。室温は26度まで下がりました。外の温度は32度。ただいまの時刻10時半過ぎです。外の温度は29度。夏にしてはまだ涼しい方ですね。車内の温度は32度です。窓を開けて風通しよくすれば、なんとか過ごせないことはないけど、それでもやっぱり暑いですね。昼間に充電は使い果たしちゃったので、下の専用バッテリーはフルで充電しました。冷え具合にもよるんですが、それだけじゃ足りない可能性があるので、エコフローのデルタ3を持ってきました。これ今 98% で、上のライトを
つないでるんですけど、容量は 1024Wh なので Wave3 の専用バッテリーと容量としては同じです。なのでそこの専用バッテリーが2つあるぐらいの容量で夜の車中泊に挑みます。ちなみにこのデルタ3は私のお気に入りな USB-A も USB-C も AC も全部前についてます。この形がね、個人的には一番使いやすいですね。裏に DC 出力ポートと DC5521 出力ポート、その2つの出力ポートがついてます。あとは裏側にはソーラー充電やシガーソケット充電の入力ポートと AC 充電の入力ポートとエクストラバッテリーポートがついているので、エクストラバッテリー使えば拡張してもっと大きい容量で使うことができます。定格出力は 1500W まで使えるので、ほとんどの家電が使えますね。こういったドライヤーも使えます。ちなみにドライヤーは 1200W ぐらい。エコフローのこのアプリの方でこの X ブーストというのをオンにすると、この本体自体は 1500W までなんですが、最大 2000W まで電力を調整しながら使うことができます。なのでこれが 1200W だから、あと 800W だとこれが1200ちょっと超えることもあるので、700W ぐらいのものだったらね、同時にこの X ブーストを使って電力を調整して使えます。この機能はね、すごい便利だと思います。このデルタ3もあっち側でスタンバイさせてる Wave3 もエコフローの商品なんですけど、エコフローが現在年間最大セールを開催していて、エコフロー Amazon 店では7月1日から7月14日まで一部の商品が最大 60% オフで購入できるので、ちなみにこのデルタ3は定価が13万9700円が現在は6万2865円で 55% オフで購入できますね。Wave3 は定価が14万9930円が 30% オフの10万4950円で購入できます。ちょっと高額商品はセールの時をね、使うのが一番いいと思います。あとこのエコフローはポータブル電源の世界販売台数ナンバーワン。すごいな。ナンバーワンなんだ。有名とは思ってたけどナンバーワンだそうです。140以上のね、国や地域で展開していて、2024年度には世界シェア第1位を獲得したそうで、500万人以上のユーザーから支持されて、革新的な技術で高い評価を得ています。アウトドアやキャンプ、車中泊など多様な場面で活躍し、特に災害時に安心を提供できます。耐久性と充電速度の面で非常に優れています。ご興味ある方はぜひ概要欄から確認してみてください。こんな感じでね、デルタ3を紹介してたんですが、車内温度が32度なので、さすがにエアコンをつけて涼みながら今日は寝ようと思います。あ、冷たい風が来てる。起動が結構早いのが助かりますね。最大のモードにして一気に冷やします。最大のモードにすると風の音がね、結構しますね。デルタ3は使ってる時の音はめちゃくちゃ静かです。ポータブル電源によっては音が結構鳴るので、静かな環境じゃないと眠れない人にとっては辛いと思うんですけど、こいつはね、本当に静かです。15分後に温度が何度下がるか試してみます。今開始4分で2度一気に下がりました。夜ならちょっと期待できそうですね。15分経ちました。気温はね、5度近く下がってる。すごい。8度はいかなかったけど、こんだけ下がればね、十分快適な涼しさで、さっきからこんな感じでね、快適にくつろいでました。この気温なら全然寝れる。ただ、最大モードを使ってるから、これだとバッテリーがもう 81% まで減っちゃったので、ずっとこれだと多分寝てる最中に切れて熱くなってしまうので、このエコモードにすることで、電源がだいぶ長持ちします。ちなみに寝るときこの寝るモードを押すと音がねかなり静かになるので、うるさいの苦手な人はこちらを使うといいと思います。あと他にもここで何時間後に消したいとか、そういうタイマーの設定だったり、あとはこのペットケアっていうのを押すと、この本体周辺が40度に上昇すると勝手に温度を25度に下がるまで最大モードで冷却してくれます。26度まで下がりました。ちなみに外の温度は 29.1 度なので、車内の方がね3度近く低くなってます。かなり車の中快適。ちなみにモードは冷房以外にも暖房、送風、除湿があるので、冬だったら暖房を使ったり、湿度の高い時期だったら除湿使ったり、あとは単純に扇風機みたいに使いたかったら送風を使うっていう手もあります。朝までね 71% が持つかちょっと不安なので、ちょっと効率が悪いんですけど、今 Wave3 の充電を
このポータブル電源でします。なので 751W 使ってますね。これで充電すると本体を直接動かしてるんじゃなくて、一旦下のバッテリーが充電されてこの本体が動くっていう形になってますね。本当はこれ後ろ側に拡張できる入力ポートがあって、エクストラポートでつなぐともっと効率よくね、電気を移動させて使えたんじゃないかなと思います。ちょっと持ってないのでね、試せないんですけど、なのでここで直接つないで専用バッテリーを充電して、そこから Wave3 本体が使えるっていう形を今とってます。丸々これをうまく使えてるわけじゃないけど、これでかなり長持ちして朝まで眠れると思います。今室温は 26.4 度なので快適に眠れそうです。では朝までワープします。おやすみなさーい。おはようございます。全然涼しい。今車内は25度です。寝てる間最高気温が 28.2 度まで上がって、最低が 23.5 度まで下がってました。ちなみに外の気温が今 31.5 度なので、外に比べて6度近く車内は涼しい状態です。これはね、ほんとすごいと思う。ただね、デルタ3の方は充電が切れてしまいました。今時間が7時26分なので、夜10時半ぐらいから回して約9時間ですね。9時間回すとデルタ3はほぼ 100% ぐらいだったので 1024Wh を消費して、こっちの Wave3 の方の専用バッテリーはあと 46% 残ってるので 500Wh よりちょっと多めに使った感じです。今ずっとエコモードで動かして寝てたので、使ってるのは 9W だけですね。なので専用バッテリーだけで動かしてたら多分途中で切れて今ちょっと熱くなり始めてる感じかなと思うんですけど、ここをねうまく連動できたら夜寝るちょっと前の時間から朝起きて移動するまでの時間をねエアコン使って涼めるかなと思いました。寝るまでの数時間はデルタ3で動かして、よし寝るぞっていう時に専用バッテリーに切り替えるっていうのも手だと思います。それだったらね、朝起きてからバッテリーも持ってるので、ちょっとした朝ごはん作ったりとか、寝てる間スマホ充電したりとか、そういうのがね、安心して使えるかと思います。あとはもう朝早く動いて、車の中じゃなくってサービスエリアだったら、サービスエリア内でご飯食べたり、RV パークとかだったら早めにチェックアウトして、外でご飯食べ行ったりとかした方が、車内でのんびり過ごすっていうよりは今から暑い時間になっていくので、そういった過ごし方の方が過ごしやすいかなと思います。今ね、もうポータブル電源を止めるんですけど、長押ししてここを点滅させると、この中に入ってる水が全部排水されます。2リットルペットボトルの半分ぐらい排水されました。なのでね、500ミリペットとか小さいの使ってるとね、溢れ出しちゃうので、大きめの排水を用意した方がいいと思います。ということで、今回夏の車中泊のおすすめグッズと、ちょっと微妙だったよっていうものと、あとは気になってたエコフローのポータブルクーラーの新しい Wave3 のレビューをしたんですけど、個人的にはやっぱり昼の暑い時間はきついなと思います。きついなというか、昼間でも涼しくなるから全然いいんですけど、ただ車中泊でその後夜も寝ることを考えたら、昼間に無理に電気使ってずっと最大モードで車内を涼めることでバッテリーを消費しちゃうんだったら、昼間はできるだけもう車内にいないようにして、車の移動中はね車のエアコンを使って涼めるから、あとはもう本当に外にご飯食べ行くとか、車の中で過ごすよりは夜寝る時だけにバッテリーを残しといた方が実用的かなと思いました。夜寝る時は本当にびっくりするぐらい涼しくて、全然これだったら夜車の中で快適に眠れるなって思ったんですけど、やっぱり昼は、熱中症にはならないかなぐらいの涼しさなので、そこでバッテリー使うのはねもったいないなと思いました。ただ想像以上に夜寝るときは涼しかったのでね、この夏の車中泊でね使っていきたいと思いました。例えばキャンピングカーだとこういうポータブルエアコンじゃなくて家庭用エアコンつけたりとか、車中泊用の 12V エアコンとかつけたりできるんですけど、私みたいにこういうステップワゴン乗ってるので、そういったものが取り付けられない人にはポータブルエアコンはねお助けアイテムだなと思います。やっぱり工事しなくていいっていうのはすごい手軽でいいですね。実際に
にセットしたりするのはちょっと窓を開けて排気吸気通してとか手間ではあるんですけど、工事するってなるとその手間がもっと何倍も何十倍もになるから、それを考えたらね、気軽にクーラーを取り付けられない人にとってはお助けアイテムだと思いました。今回のエコフローセールでは概要欄の 5% オフクーポンコードを使うと先着で199名様にソーラーハットをプレゼントします。このソーラーハットね、帽子かぶると歩いたり、例えば草むしりしたりとかしてる時にその日差しの強さで、ソーラー充電してくれるっていうすごいね画期的な帽子なんですよ。なので詳細は概要欄をチェックしてみてください。ぜひね、今回紹介した車中泊グッズだったりポータブルクーラーのウェープ3とか参考にしてもらえたら嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter とインスタグラムと TikTok もやってるよ。